時間があるから少しゆっくりしてから行こうかな。最高の景色。ゆっくりすぎた。デリシア。なんかペトロ10分で終わらせてくる。あ、急ぎ。キラ系コマとやるとこやけど手動。今32度。See you 白馬じゃないの、今から行くところは。川きれい。結構細い道をどんどんくねくね上がっていってる今。大久保線西ヶ瀬ネイベ、ゆっくり行ってください。夏って感じの空やな。細っ。ラングちゃんでギリギリ。こんにちは。おはようございます。なゆです。今日も京都でキャンプにやってきました。前回別のキャンプ場に行って今2泊目なんやけど、白馬からさらに30分ぐらい小谷村っていうところにある眺望の里キャンプ場さんっていうところにやってきました。長野県の一番端らしくって、ちょっと向こう行ったらもう新潟県らしいです。私は新潟に行ったことないから、この際明日キャンプ終わってから行きたいと思ったけど、多分残念ながら明日は時間ないからまた次回の機会かな。まさか自分がその日本海側に近づいてるとは思わへんかったから、これってめっちゃ嬉しい。待って、汗で前髪終わってる。大丈夫？目の前が北アルプス山脈ドドーンとあります。ただこんなに標高高いし、白馬の方やから絶対寒いやろなぐらいの思ってたら、むっちゃ暑い。白馬でも32ぐらいあったからやばい。7月中旬やで、そんな暑いとは思わへんかったから。私の他に一組お客さんがいるっていうことで今日はもう予約したんやけど、結構離れてて距離が。ラングちゃんは横付けできないんです、このキャンプ場は。事前にこれは知ってたことないけど、荷物をウッドデッキのところがサイトなんやけど、設営前の積み下ろしの時だけこうやって横付けは OK やけど、設営終わったらもう向こうにラングちゃんを持っていかないといけなくて、結構遠いから、今日も怖かったら車中泊しようかなって思ってたし、ちょっと不安ではあるけど、もう来てしまったからね、鍛えていこうと思います。愛しのラングちゃん。ほな設営していきますか。それではレッツ設営せいや。ここに必要なものをどんどん置いていきたいと思います。ここをキャンプ地とする。初めてのウッドデッキペグ。これをこう。おお、すごい。グランドシートいるんかな。一応やっとくか。下からなんか出てきたら怖いし。めっちゃペグダウン楽やん。テント設営完了。おー、いい感じ。太陽はまだあんな感じか。ちょっとな、暑すぎてほんまに過ごされへんから、一旦引っ掛けておやつタイムするわ。ここタルンタルンやな。ウッドデッキに刺すペグ打ち。最初簡単やなと思ったら、なんか角度によっては抜きやすくて難しかった。で、一本だけここ足りひんかったから、ちょっと後で受付行った時にもらってくるわ。おやつは、紫米の五平餅、白馬村さんをいただきます。
暑すぎてあんまり五平餅っていう気分ではないけど、このまま袋のまま5分間熱湯に入れるっていうことです。もういいかな。なんかちょっと上の方温まってるか心配ですが、あそこ火加減、あそこ行こう。きた。美味しそう。じゃじゃーん。タレをかける。いただきます。いただきます。うん。おいしい。五平餅久々に食べたかも。おいしいわ。もっちもち。この絶景とともに。悲しいけどラングちゃん直してくるわ。ラングちゃん駐車場に置きに来ました。ようこそ農村公園眺望の里へ。当校やボランティアによって維持管理を行っております。なんかもともと公園やったらしくって、そこをキャンプ場にしたから車の乗り入れが禁止だそうです。結構遠かったから夜中にラングちゃんで寝るっていうことはもう逆にこっちに来るのが怖そうやから、ラングちゃんまた明日ね。ここからはちょっと坂が長めかもしれん。アジサイ綺麗。一生懸命太陽の方向いてはるわ。入ってきてここにお手洗いがあります。こっちは男女分かれてるトイレです。すごい。なんだこれは。ちょっと運動ですわここは。でも緑がめっちゃ綺麗。あそこもサイトか。フリーサイト。サイトはこんな感じなんやけど、今ここが管理棟です。さっき見てたのが C1。 この星が何個かついてると思うんやけど、絶景度合いを表しているみたいで C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10 っていうのがウッドデッキサイトで景色がよく見えるっていう感じです。で、私は今日は C6 にいます。でも他にもフリーサイドとかフリーサイト、ただ駐車場、車は絶対にここに止めないとダメって感じです。で、景色は霞んでるな。夏はちょっと霞みやすいみたいけど、霞んでるけどすごく幻想的な景色。綺麗。すごい。山を全部説明してくれてる。北アルプスって2932が一番最高なんや。白畑で2932。でもなんか富士山よりもさ、全然今見えへんけど、富士山よりも雪積もってるくない？ C3、C4、C5 は階段を降りていかなあかんっていうのがあるけど、受付はめっちゃ目の前。受付で個人情報系を書いたりして、薪とかも販売はやってます。これは炊事場。炊事場は1箇所のみでこんな感じ。洗剤とか石鹸とかもある。ゴミも無料で捨てさせてもらいます。山の守り神やって。これが D2 とフリーサイト D2。ここら辺は軽量キャンパーじゃないと厳しいかもしれん。なんかすごいもじゃもじゃが落ちてる。なんかワイルド。でもここは景色は微妙って書いてあったな。 D2 がこれか。まあでも一応見えるは見えるけど、フリーサイトはこんな感じです。やっていけるかな。なんかちょっと頑張るわ。想像以上にラングちゃんと離れたっていうのと、結構真っ暗になるっていうのと、あともう一人の方と結構離れてるから、ちょっと大丈夫かなっていう感じ。まあ予約したのは自分やからな。ここは自分の責任やから頑張らへんと。すごい綺麗な色。これめっちゃタイプな色。こっちが私が今日泊まってる C6 です。で、ここを降りていくとさっきのラングちゃん止めてるところにつながってるみたいで、 C6 の奥に C7、C8 があって、段差があるから隣同士で気まずいことにはならへんと思う。あ、こっちは結構隣やな。綺麗やな、ここも。一応ここもクマとかは確認連絡してて、まだキャンプ場では見たことはないけど、保証はできひんっていう感じ。
まあこのご時世どこもかしこも出るかもしれんしな。自己責任でやな。ここがドッグランやって、 C エリアの人に近いお手洗いがこの仮設トイレ、快適トイレって書いてある。こんな広い仮設トイレ初めて見た。トランポリンちょっと遊んでみよう。綺麗すぎる。扇風機あったん忘れとったわ。めっちゃ涼しい。目の前はこんな感じ。太陽は今これぐらいですね。なんか太陽めっちゃ眩しい眩しいって言ってるけど、太陽なくなったら一気に暗くなりそうでちょっと怖いんですが、大丈夫でしょうか。っていうか夏タープ必要やな。なんか私いつもタープなしで挑んじゃうからさ、テントについてる なんていうんやろ TP わからへんけどっていうかめっちゃ暑い。できるだけ地面から遠ざけるようにって言われたから、どっか燃えてるとこあったしちょっと怖いから30ぐらいにしとこう。やばい、私こんなになんか山の中に一人ぐらいないけど初めてかもしれない。めっちゃ山登ってきたもんな。おお、夏って感じ。もうガスなくなってる。ガスは100均で買ったこれをずっと使ってて、むっちゃくちゃ長持ち。3年4年ぐらい持ってると思う。なんか入ってんのかいつもようわからん。ここに置いとこう。ちょっと雲が増えてきた。でも待って、北アルプスが見えてきた。おー、こんな暑いのに雪積もってる。行ってしまわれた太陽。また明日。
夕焼け綺麗すぎ。うわー、あ、雲も晴れてきた。ほら、飛行機雲、きれい。北アルプス山脈見えてきた。アルプス山脈。あー、焚き火最高。めっちゃ晴れてきた。さっきまであんな曇りやったのにさ、すごいわ。今日はね、マーラータンを作りたいと思います。マーラータンってお店で食べたらなんかいろんなもんトッピングしたくなってさ、気づいたら2000円近くなったりするやん。だからなんかもったいないなと思って、で調べたら自分で簡単に作れるみたいで、そっから5回ぐらい作ったんかな。もうハマりすぎて、ほんまに簡単に作れるから、ちょっとキャンプでもやってみようかなと思います。簡単やけど使う具材が多いから、それだけ大変やけど。まずはキクラゲ、なんていうんやろ、なんていうんだっけ、忘れてもうた。あと春雨みたいな。結構お腹たまんねんなこれ。水道水を煮沸すると飲めるみたい。ちょっとしばらく待っておく。焚き火鍋さん、いってらっしゃい。ごま油、パーチョン、ニンニクチューブと豚肉、全部一緒に。信州の新友、えのき投入。だしだ。これは韓国の牛骨の素かな。1本やりすぎやったかもしれない。まあいいや。お醤油、今音楽聴いてる。なんか静かすぎたらさ、その音に対してすごい耳を澄ましちゃうよな。夕方ぐらいの時も山からなんか音が聞こえて耳澄ましちゃったから、音楽を聴いてごまかしております。かなりもう真っ暗。今沸騰するの待ってんねんけどさ、最近ようやく進撃の巨人を見終わって、全部のシーズン。実は4年前か5年前ぐらいにシーズン4、エレンがマーレに行ってエレンを救出するぐらいまで見てたんやけど、むっちゃ最初面白くてもう超ハマってたんやけど、もうほんまに難しくてなんか理解できんくなってやめちゃってん。多分そっからすぐぐらいにもう完結したんやけど、もう結末もむっちゃネタバレとか溢れ返ってたけど一切見ず、なんかすごい好きなアニメやったから、最初は絶対に自分の目で最終話まで見るぞって決めてたから、あんま見てへんかった。海外の人ってさ、アニメめっちゃ詳しいやん。で私海外の人とかと喋った時にアニメが好きって言われて、いやアニメ好きやけど熱く語れるのってテニプリとか、ワンピースも中途半端、進撃も中途半端、ナルトも中途半端で終わってて、語れるものがないわってなって、それはちょっと日本人として恥ずかしいなと思ったから、日本にとってアニメってすごい文化やん。もう一回ちゃんと一から見直して理解してっていうのが最近見始めた理由やって。でも見出したらマジで面白い。ただ巨人が人間を食べるだけのストーリーじゃないわってなって、すごいよかった。思い出すだけで泣ける
熱く語りたいねほんまに。全然沸騰せえへんねんけど。くらいなんでその話をしだしたかって今進撃のサントラをずっと聞いてて白馬来るまでの運転中もずっとサントラ聞いてた。私が好きな曲は1個はコールオブサイレンス。歌詞がめちゃくちゃいい。あとはバリケーズ、調査兵団たちがめちゃくちゃ頑張る時の曲で、あれを聞くと私の悩みなんてちっぽけで調査兵団はもっと頑張ってんねんから自分も頑張らなっていう気持ちになる。もう1個がザ・ドッグス。ほんまに一番最終話の時に流れた曲なんやけど、これを聞くと泣ける。入れちゃうわ。うずらはちょっと持って帰るの大変そうやから6個とも入れちゃうわ。肉ワンタン何個ぐらい入れとくか。ほうれん草、あ、待って、肝心なもん忘れとった。おばんじゃん忘れてた。あ、順番は正直豆乳、もう一個完成。よいしょ。納屋特製のマーラータン。仕上げに道の駅で買ったんやけど、白馬のニンニクラー油っていうの、白馬で育ったニンニク 100% のラー油、めっちゃ美味しそうちゃう。これかけるわ。もう結構がっつりた。いただきます。これが美味しいんですよ。いただきます。辛い、最高、めっちゃ美味しい。うまっ。待って、辛さ最高、激辛。本当に美味しい。みんなほんまに作ってほしい。これは焚き火で作った方が美味しいわ。あ、辛うま。焚き火のパチパチ音に好きな音楽にマーラータン最高すぎるな。マロニーちゃんで一回やったんかな。マロニーちゃんとか春雨でもいいと思うけど、やっぱ本場の味っぽいのはこの太い春雨。汗が入りだ。ちょっとチーズ入れるわ。うわー、もう最高すぎる。ちょっとこれゆっくり食べるわ。焚き火しながら。完食。全部食べた。ごちそうさまでした。超美味しかった。ほんまに進撃の巨人ハマりすぎて怖いんやけどさちょっとネタバレ系の話まだ見てへんくて、自分で結末見たい人はこんだけの秒数飛ばしてほしいんやけど、推しについての話なんやけど、みんなも教えてほしいな。リヴァイ兵長が一番人気やん多分。私もやっぱ全部見て、リヴァイ兵長やばい、めっちゃかっこいい、めっちゃ強いし、ちょっと癖強いところとかお掃除が大好きなところとかすっごいかっこいいなと思うから、もう嫌いな人おらんやろなっていう感じのリヴァイ兵長だから、まあ一旦リヴァイさんは置いといて、ナンバーワンが決められへんくて、ナンバー3までは
絞れてん。3人いるのはリヴァイ兵長が1人とハンネスさん。ハンネスさんは結構推しやった。3番目は賛否両論分かれると思うけど、ジークはなんかもうめっちゃ可愛い。あの感じでさ、ちょっとおとぼけやんか。それがいいなと思って。まあもちろん人を倒しすぎてるからその点に関しては良くないと思うねんけど、人間的にもうちょっと違う人生やったらまたなんか全然いい人になってたんやろなっていう感じがして、すごい結構好きやった。でも私めっちゃ感情移入左右されやすいからさ、悪者やと思ってる時はすごいその人のことめっちゃ嫌いだし、早くあの獣の巨人倒れたらいいのにみたいな思ってたけど、なんかいろいろと事情を審議していくと、ああなるほどねみたいな、結局誰も悪くないやんっていう感じがあって、一人だけほんまに好きになれへん人がいるの。全員の気持ちすごい理解できたし、なんでそういう判断にしたのかとかも全部見終わってから分かったんやけど、一人だけマジで好きになれへん人がフロック。キースのこととかボコボコにしてた時らへんすごくやりすぎやったなっていう感じがあって、そこまでせんでよくないっていうのがあったから唯一好きになれないフロックいなければもっと面白くなかったかもしれんから、重要人物ではあると思うけど。いやでも全員いいキャラしてるよな。ほんまに悪者の時はめっちゃ嫌いやねん。ガビとかもなんでそんなことすんねんっていう感じやったけど、ほんまにガビの事情知ったらわかるしみたいな。世の中の戦争ってほんまにこういう感情から始まるんかなと思って、もしかしたらお互い嫌なことがあって戦うしかなくなったとかなんかなとかも思ったり、いろいろと考えさせられるアニメでした。すごい良かった。もうこれ以上のアニメ出てくるんかなっていう感じ。まだまだ語りたいことあるけど、一旦今日はもう寝ようかなと思います。焚き火になってきたし。炊事は行くん怖いけど頑張っていくか。おはようございます。やばい。達成感。生きてた。今は5時ぐらい。朝日どうやろ。すごい。おはよう。めっちゃ綺麗。うわー、すごめっちゃ綺麗。これでも、あれやな。パッて光る瞬間を見たかったんやけど、ちょっと遅かったわ。綺麗すぎる。すごい。見てこれ。二人って書いてある。すごい。いやー、いいサイトすぎる。待って。太陽もう当たってきたん？早いって。今日の最高気温34度って書いてあって、絶対やばいから。早めにご飯作るわ。お米を炊く。持って帰るからさ、こぼしたくなくて、ちょっとしか開けへんかったらめっちゃ大変。浸水させとく。ちょっとこの間に灰を捨ててくるわ。テントめっちゃ濡れてる。私寝る前さ、絶対にガス管外してねんねん。なぜなら、なんかの拍子にガスが回ったら怖いから。ご飯炊きまーす。スイスみたい。
綺麗。あそこの村と山のセットがマジでスイスみたいよな。おはようございます。もうめっちゃ嬉しい。今日はガチでテントで寝た。ラングちゃん行く方が多分怖かったと思うし、真っ暗の道を。だからもうテントで寝る決意をして寝たんやけど、面白かった。ご飯作りながらずーっと音楽聴いてたし、すっごい静かになると物音がさめっちゃよく聞こえるやん。一回真夏のキャンプ場でめっちゃガサガサ音するなと思ったセミの幼虫が歩いてる音やって、音がすると何か正体を私は見つけたくなるね。正体が分かって安心して過ごしたいっていうのがあるから、それがさもしほんまに悪い正体やったらやばいやん。だから師匠のしらちゃんにもコツを聞いた時に追求しないことって言われて、なるほどねみたいな。だから昨日は音に敏感にならへんようにあえて音楽を聴いて気を紛らわしてました。で寝る時もおやすみなさいの動画撮ろうとしたんやけど、ちょっと音が消えるだけで結構静かになって、フクロウの鳴き声とか聞こえてる、ほーほーみたいな。不気味やん、ちょっと怖いやんあれ。だからもうずーっと音楽かけっぱでなんとか寝れました。でも寝たん12時前ぐらいかな。1回2時半ぐらいにマットの空気が全部抜けて目覚めて、なんか背中が硬いみたいな。ちゃんと蓋閉まってへんかって、その場で空気を入れて、でそっからは朝5時までかな、目覚めずに寝れました。達成感がすごい。気にしんこと大事やな。朝起きた時のなんかもうすっごいやったぜみたいな感じがいいですね。かわいいわ、あいつ見てももう一個はお味噌汁を作ります。これ道の駅で買ったお味噌。ちょうどお味噌なくなりそうでさ、体に優しいお味噌を使いたくて10割麹。簡単にこのままいっちゃうわ。だし系は今日はいいわ。味噌汁の具、こういうご当地のもの買いに行けるのもキャンプの醍醐味。寒天と高野豆腐かな。完成で、あとは野沢のご飯と一緒に食べる。あ、全部で1本やった。これおオッケー。おいしい。北アルプスがだんだん曇ってきたわ。よかった、朝見れて。あとだ。お、いいね。お、ちょっとおこげちゃんに完成。苗特製の長野名物尽くしの朝ごはんいただきます。お味噌汁から。美味しい。いただきます。こっちも最高。なんかやっぱお味噌汁ちょっと物足りひんかったから白だしないんか。本だしあったわ。おだし必要やわ。あー最高。めっちゃ良くなった面白いな。山に沿って雲がどんどんできるのは。冬か秋ぐらいにさ、白馬のわさび農園キャンプ場さん行った時に北アルプスの全シーズン堪能したいって言ったやん。今回で夏は達成できたわ。いいね。あと春来れたらコンプリートやわ。ここのキャンプ場も春と秋がもう超人気やねんて。車の横付けできひんのだけなんかちょっと悲しいなと思ったけど、設営の時は一旦車横付けして荷物下ろすことはできるから、重量系キャンパーさんでも全部下ろしちゃえばいけるっちゃいけるな、全然。で私みたいに怖がりじゃなければ
まあ私は今日はテントで一人で寝たんですけどね。でも今思うと昨日の怖がりを面白かったな。想像力っていうか妄想癖がすごすぎてさ、夜中この木とこの木が人に見えて2人がずっとこっち見てると思ったらめっちゃ怖くてやばかった。動物も怖いけど人が一番怖いなと思った。だけどいるはずのない人が見えるっていうのが一番怖いなと思って、私がお化けが嫌いな理由って多分それやねんな。まあ全く見えへんねんけど、撤収するか。撤収して温泉入って帰りたいと思います。よし、ゴミ捨てて帰るのマジでありがたいわ。ありがとうございました。ラングちゃん持ってくるわ。ラングちゃん、よくぞご無事で。撤収完了。楽しかった。大絶景も見れたし、なんといっても今回は疲れすぎてやばい。ラングちゃんが近くにいない中でも挑戦してみたキャンプでした。気にしなければ意外と何も起こらへんかもしれへんけど、長野県は自然が豊かやからこそクマも多いと思うし、しっかりとクマ対策もしながら安全にキャンプをこれからも楽しめたらなと思います。やっぱはしごキャンプの最終日はめっちゃ疲れる。撤収に多分2時間半ぐらいかかってる。そんなに大きいテントでもないのに。あと暑いし、もう結構限界やったわ。というわけで帰りも長いから安全運転でラングちゃんと帰りたいと思いますね。ラングちゃんかわいいね。この北アルプス山脈たちありがとう。小谷村もありがとう。で、眺望の里キャンプ場さんもありがとうございました。すっごい良かった。ほんまにいいキャンプ場。また秋とか春に来れたらいいなっていう感じです。じゃあ帰ります。バイバーイ。大好きなミミズクの湯。ここのな露天風呂の景色がほんまに大絶景やから、白馬とかその辺来た人みんな行ってほしい。行ってきます。